湾の中からこんにちは。ゆるふわジョイサキです。今回は Day18 クリックで消すゲーム、レイキャスト 2D っていうのをやっていきたいと思います。前回はですね、落ちてくるものを避けるっていう単純なゲームを作りましたけれども、今日はクリックで消すゲームだそうです。一体何するんでしょうね。そしたらクロード先生にやっていくことを伝えたいと思います。Day18 に進みます。マチャラーデイオイ1ノーゴール。クリックでオブジェクトを消すゲームを作る。新しいシーンをクリックディストロイという名前で作成してください。次にターゲットオブジェクト 2D オブジェクトスプライサークルを一つ作ってください。今日は新しい概念レイカストを使います。なんか声変わりましたかね、クロード先生。なんか変わった気がする。D9 でマウスクリックを検知しましたが、あれだけではどのオブジェクトをクリックしたかはわかりません。画面上のクリック位置から 3D 空間の中の特定のオブジェクトを特定するには何が必要だと思いますか？ということで今回は 3D じゃないとダメなのか？その前に。今回作るシーンは 3D のものでしょうか？良い質問です。いえ、今回も 2D のままで大丈夫です。レイカストは 3D 特有の概念ではなく、2D にも Physics2D レイカストという専用の仕組みがあります。画面上のクリック位置から仮想的な光線を飛ばしてオブジェクトに当たったか判定するという考え方は D でも DD でも同じです。ではターゲットオブジェクトを作成してください。できたら教えてください。3D 空間の中の特定のオブジェクトを特定するに何が必要だと思いますかっていうのは、なんか飛ばされたんですけど、多分レイカストっていうやつですかね。で、とりあえず、だから新しいシーン、クリックデストロイを作ってからのターゲットオブジェクト、2D オブジェクトからのサークルを作るってことですね。はい、やっていきます。なんか今お盆休みなんですけども、台風来て大変ですよね。皆さんのお住まいの地域は大丈夫でしょうか？私の地域は全然ね、時々ゲリラ豪雨みたいな降るは降るけれども、比較的穏やかに過ぎていってるかなっていう風な感じはありますけど。ということで今回もベーシック 2D でやっていこうと思います。ゲームのウィンドウもこのサイズでいきたいと思います。9対16でね。じゃあ、ここにターゲットを作っていきたいと思います。2D オブジェクトからスプライトサークルですね。これがターゲットってことですね。クリックデストロイ。OK。セーブアズ、クリックデストロイで保存します。じゃあ、作ったんで、報告。ターゲットオブジェクトを作成しました。では、新しいスクリプト、クリックとディストロイを作りましょう。まず、マウスクリックの位置を取得する必要があります。以下のコードを使います。シャープベクトー2、マウスピューズイボカメラ、メイン、スクリーントゥワールドポイント、インプット、マウスポジション。これは画面上のピクセル作標を 3D 空間、今回は 2D 空間、1の作標端に変換しています。次にその作標に向けてレイカストを飛ばします。C シャープレイカスト Hit2D Hit イコサ Physics2D レイカストマウスポーズベクトル2と0。そしてヒットコライダーがクリックされたオブジェクトのコライダーです。これらを組み合わせてマウスをクリックしたらクリックした場所にあるオブジェクトを消すというコードを自分で書いてみてください。ヒントは、デイカイの Input Get Mouse Button Down 0と組み合わせますロケット。相変わらずロケットって言いますね。はい。そしたら、新しくスクリプトを作っていく。クリックトゥデストロイですね。先にコピーしちゃう。先にコピーして、スクリプトにスクリプトを作る。クリプティング。モノビヘイビアスクリプト。クリックトゥデストロイ。ねまず、マウスのクリック位置を取得する必要があります。これはアップデートの中に入れたらいいかな。いつもやることやから。で、このコードは、ベクター2で、マウスの、あれですよね。マウスのポインターの位置っていうのを取得するコードになるんですね。次に、その座標に向けてレイキャストを飛ばします。ということで、これなんですね。Physics2D の中のレイキャストっていうのがあるってことですね。ヒットドットコライダーはクリックされたオブジェクトのコライダーです。で、これらを組み合わせてマウスをクリックしたら、クリックした場所にあるオブジェクトを消すというコードを自分で書いてみてください。マウスをクリッ
クしたら、だから、デイリー9。これですね。よいしょ。マウスをクリックしたら、マウスクリックでスクエアの色を変えるってやつですね。これと変わらないのか、マウスのクリックの検知。そうか。思い出した。こういうことだな。そうか、常設建設を使って、キャスト 2D ヒット。これはこっちに置いといて、これカラーになっちゃう。何をしたらどうだっけ？クリックしたら、左クリックしたら、マウスを左クリックしたら、そうね。すごい、勝手に全部出てきてしまいましたよ。いいのか、これ。ちょっと見てみましょう。マウスを左クリックしたら、もしヒットコライダーが0でないならば、衝突判定というか、クリックしたやつを壊しなさいってことですよね。これでいいんか？これでいいのかしら。とりあえずこれちょっと、クロード先生に聞きます。どうかな？完璧なコードです。理論的な順番も正しいですね。では、からのゲームオブジェクトを作って、このスクリプトをアタッチして、ターゲットにサークル、コライダー 2D がついているか確認してから再生してみてください。クリックで消えますか？で、これ自体は、一旦もう閉じてよくて、で、からのゲームオブジェクトを作って、これにアタッチ。で、これにアッドコンポーネントでサークルコライダー 2D をくっつけるっていうことですね。で、これで一回再生すればいいの？どうかな？うまくいくといいな。消えるけど、レイキャストにはなってないよね。クリックでターゲットは消えるのですが、ビームは出てません。良い観察です。実はこれは正常な動作です。フィジックス 2D レイカストは目に嫌な見える。ビームではなく、計算上の判定だけを行います。見た目としては何も表示されないのが正しい仕様です。ビームを可視化したい場合は、ディバグとドローレイ1を使いますが、今回のゲームロジックには影響しません。クリックでターゲットが消えていれば、レイチューチャチは成功ゲオです。レイチュージェイチ完了です。クラッカーレイカストという重要な概念を習得しました。ここまでで一区切りにしましょう。レイ18まで、本当に速いペースで進みましたね。かなりハイキャラ基礎が見合いました。続きはまた次回、レイ19からで大丈夫です。お疲れ様でした。なんだろうね、このクロード先生の日本語なのか英語なのか中国語なのかよくわからないこの読み方ね。なんかよくわかんないなーっていつも思いながら聞いてるんですけど、やっぱり漢字の読み方って難しいんですね、きっと。はい、ということで、これ消えたら OK なんですね。なんか、レイっていうからなんか光線か何か出るのかなーって思ってたんですけど、そういうわけじゃなくて、単純にその焦点を当てて、その焦点を当てたオブジェクトがどうこうなるっていう話だったんですね。なるほど。そこのところよくわかってなかったです。で、今日ね、なんか結局自分でスクリプトを書いたような書いてないようなみたいなところがあったので、ここですよね。このヒットコライダーのところをちょっともう一回復習したいと思います。はい。で、また復習してノーションに書いて、それをまた次回公表します。ということで、今回も短いんですけれども、これで終わりたいと思います。そしたらまた次回も見てください。さよなら。